お、うっすら明るくなってますね。現在時刻は4時です。シャワー浴びてきます。お、明るさが増してる。ほんま10分だけ散歩します。おお、やっぱ綺麗だな、午後の景色。この前来た時はあそこの家の立つ土台、コンクリートだけだったんだけど、上の木材の部分が乗ってまして、ここにコンクリートブロックがね建てられてて、本格的にここに家建つんだなっていう感じしてきましたけどね。規制線的なのもここまで伸びてきて、これね、ここに建つ家2階だったらね、この眺望見れるんで、めっちゃ景色いいと思いますよ。よいしょ。ということでですね、本日は実家に帰ります。まあゴールデンウィークなんで、今年のゴールデンウィークね、完全に連休ではなくて3日休みがあって、で2日間平日でまた今日からいつまでだろうな、まあ今日が3日で水曜日なんですけど、日曜日までだから5日間休みなんですけど、まあこのタイミングを利用して地元に帰ります。で、今日の予定としては、まあいつもと変わらず福島の祖父母宅を、もう祖父はいなくなってしまったんで、祖父母宅ではなく祖母宅を経由して行くんですけれども、もうこのパターンばっかりですね、最近ね。なかなか仙台から地元まで直で帰るってことの方が少ないぐらい。まあね、家族の方が月に1回ぐらいのペースで祖母宅に行ってるので、まあついでに祖母に会えるというのと、あとは家族の車で帰った方が楽だっていうので、いつもそのパターンで帰ってるんですけど、今が4時半ぐらいなんですね。家をですね、6時くらいに今から朝ごはん食べて、最後にパッキングをして6時くらいに家を出て、で最寄り駅から仙台まで行く電車が6時20分だかそのくらいであるんですよ。でそこから仙台に行って、7時に仙台を出発する福島駅の電車に乗って、福島駅に8時半とかに着くのかな。で家族が、10時くらいに福島駅に、迎えに来てくれるっていうことだったので、まあそれまでちょっと福島駅でゆっくりしたりとか、あとちょっと今日時間あるんで福島市内を散策したいなとは思っております。で今回ですね、祖母っていうのは地元にいる方の祖母、まあ母の方の祖母なんですよね。いつも福島に会いに行ってるのは父の方の祖母というか、父の方の母なんですよ。なんですが、今回はなかなか会えない母の方の地元にいる、祖母が家族と一緒に車に乗ってきて、福島の方に母の方の祖母も来るっていうことだったんですけど、家族からの提案でサプライズで僕が登場してみたらどうだっていうことで、その母側の祖母には言ってないみたいです、僕が来ることを。福島にいる祖母はね知ってるんですけど、だから今日はその母の方の祖母にサプライズで登場してどんな反応するかっていうのを
見たいんですけど、楽しみですね。一応僕は来ないっていう設定になってるんで、いきなり登場したらどういう反応するんだろうかっていうのは、すごい楽しみですね。はい、ということで、朝飯です。白飯と、味噌汁と、魚と、お茶漬けです。やばい。動画の書き出し失敗してますね。昨日寝る前に動画編集して、レンダリングを始めて寝たんですけど、ダヴィンチリゾルブが、どうやら、レンダリング中にクラッシュしてたらしく、今ここに、なんだろうな、原因不明のクラッシュみたいな、そういう警告文が出てて消えちゃったんですけど、マジですか。原因がね、明らかならまだいいんですけど、原因わかんないっていうのがね、ちょっと気持ち悪いですよね。っていうか、この接続してあった SSD も取り外されてることになって、なので、寝てたんで分かんなかったですけど、一回なんか、電源がもう、ソフトがクラッシュしたんじゃなくて、もう電源自体が落ちちゃって、もう一回再起動したみたいな感じの雰囲気ありますね。まあ単純にスペック不足ってのはありますけど、バッテリーがかなり劣化してるから、そのトラブルで電源落ちちゃったりっていう可能性は考えられますね。ということでもう、動画の書き出しを諦めて、もう最後のパッキングをしてしまいます。いつもこの PC 類とかはね、最後まで、パッキングせずに残しておくんですけど、パッキングしちゃいたいと思います。このね、機材類はバックパックに入れて、衣服類をあそこのスーツケースに入れるっていう、感じで、いつも荷物はやりくりしてるんですけれども、まあ朝バタバタしないように昨日のうち衣服は入れておいたんで、あとあっちにね、スキンケア用品とかを入れて、荷造りは終わりかなと思うんで、最後の荷造りをします。さあ、出発前のコーヒーです。今日はちょっと目を覚ますために、濃いめに入れてみました。あ、うまい。やっぱ朝のコーヒーは朝飲むのが一番美味しいですね。ではでは。乗ろうと思ってる電車が東照宮駅6時17分発の電車、あと10分ぐらいです。現在時刻が6時22分、仙台に着いたんですけど、あそこの表示板に書いてあるんだけど、7時1分の福島行きに乗ります。6番線ですね。乗り換えの間の時間が40分もあるから暇なんですよね。今度ここで朝ごはん食べるのもいいかもしれない。一応6番線に降りとこうと思うんですけど、多分まだ電車来てないんですよね。あと30分あるから。
さて福島駅に着きました。8時26分。やっと覚えましたよ。新幹線がある方が西口。これ毎回分かんなくなってたんだけど覚えた。おお、来た来た来た。西口。前回来た時は3月の中旬だったと思うんですけど、雪降ってて外出れなかったんですよね。ですが今日は天気も気温もちょうどいいし時間もあるんで、ちょっと福島市内散策します。お、ちょうど鐘が。いつもね、いつも東口の方をねフラフラしてたんですが、なかなか西口側散策したことないんで、多分今日はこっち側ちょっと歩こうかなと思います。なんかこの西口方面は道が広くて歩いてて気持ちいいですね。
でもね、なんかこうお店とかが並んでるっていうより住宅とかが多いイメージがあるので、まあでも全部あるってわけじゃないから分かんないけど、観光するなら東口方面の方が面白いとは思います。まあこっちにも自分が知らないだけで面白いとこあると思いますけど、歩って通ったことないっていうだけで結構ね、小さい頃から家族に連れられて福島を来てるんで、こう道とかはね全く覚えてないんだけど、なんとなくねこうデジャブを感じるところがあるんですよね。父親はもうそもそも福島の人で、福島で生まれ育ってるんで完璧に分かってると思うんですけど、まあ車に乗ってる時もずっと外見てるわけじゃないんで、こう完璧に位置を把握できるわけではないんですけど、なんか来たことあるなみたいな感じのところはたくさんあります。まあ分かんないだけで通ってるんでしょうね。1回は結構もう本当に子供の時から月1か2ヶ月に1回ぐらいはね来てるんで、なんかそこそこ疑似感を感じるところがいっぱいありますね。トイレに行きたいのと、ちょっと喉が渇いたのでセブンイレブンに寄ります。トイレアドバイザーって何？このセブンのゼロサイダートリプルっていうこのシリーズのドリンクがなんかめちゃくちゃコスパいいし、味も美味しいし、なんか胃腸の調子良くなって気に入って飲んでるんですけど、新発売か分かんない、見たことないだけかもしれないけどビタミンっていうのが出てて、まあビタミン摂取できた方がいいよなと思って選んでみたんですが、なんかちょっと酸っぱさがプラスされた感じです。なんかレモンっぽい、こっちの方がなんか疲れが取れそうな味です。さて奥に来るのはここら辺までにしますか。ちょっとここから一本左の道に行って戻ります。ここだけかな、駅に続く道。そうっぽいな。どうだろう。あれ、リオンドールって福島にもあるんだ。てっきり会津だけのチェーン店かと思ってた。なんかね、栃木とかに行った時もあった気がするんですよね。はい、戻ってまいりました。いやーもう結構今何度あるんだろう。15度？本当に？もう体感25度くらいに感じるんですけど、もう結構汗かいてきた。15度か。15度はありえないぞ。もっと暑い。ああ、でも木陰に入ると一気に涼しくなりますね。やっぱ緑はいいな。東口です。もうここは毎月のように来てるんでおなじみですね。これ中郷もほとんどがもうこれ足場に囲まれちゃってますね。寂しいな。この中郷の6階だか8階だかので北海道物産展みたいなのをねたまにやることがあって、それが祖母がそれ大好きでよく連れて行かれましたね。もう目の前に試食が出されて、もう試食だけで腹いっぱいになるみたいな、そんな感じの思い出があります。
結局なんか1時間以上散歩してましたね。では家族と合流するまでスタバで休憩。空いてるかな。空いてるところはある。家族が結構ね、道が混んでるらしく、土湯あたりで足止めされてるみたいなので、もう少し時間があるんで散歩します。もうスタバにはね1時間ぐらいいたんですけどね、せっかくなんでもう一杯飲み物頼もうと思ったんですが、多分祖父母宅でいろいろ食べることになると思うんでやめときました。お腹の容量を取っとかないともったいないですからね。ここは何ができるんだ。ホテル。へえ、ホテルが建つみたいですよ、ここ。わ、すっげえ、めっちゃでっかいクレーン車がある。なんか福島駅前もなんかいろいろ再開発進んでますね。そういえばツイッターの人が教えてくれたんですけど、仙台駅の東口のヨドバシの新しいビルは4月にオープンするって書いてあったの。なんでオープンしないんだってつぶやいたら、なんかこう人材不足、人手不足でなんか遅れてるらしいです。なんか5月の下旬とか6月になるかもしれないらしいですね。マックスにでも行ってみようかな。あそこね、めっちゃ子供の時に行った以来なんですよね。今これイオンシネマがね映画館入ってるんですけど、違う映画館がなんだっけ、マイケルだかマイカルだかっていう映画館が入ってた時に、だからもうほんと10年以上前に来たことがある。どうやら家族が福島駅着いたみたいですね。駐車場に着いたけど混んでるから運転してる父親だけ置いて、福島駅の1階にあるジュピターというなんだろうな、有名どころで言うとカルディみたいな感じのお店で待ち合わせになってるんですけど、そこに先に行くということだったのでちょっと合流します。そういえばここにはねホテルルートインができるみたいです。すごいですね。めちゃくちゃ都会がするじゃないですか、福島。ということで待ち合わせ場所になっているジュピターというお菓子屋さんに行ってみますが、そばはね僕が来ることを知らないですからサプライズです。どんな反応するか。ここですね、インポートフーズジュピター。あら、どうもびっくりした。びっくりしたよ。お兄さんですか。いや、今日来るどうもわけでなかったんじゃないの。
実は来ちゃったんです。あら、よかった。翔太に会いたいなって言ってたのね。よかった。なんか置いてるものは本当カルディみたいな感じなんだよね。なんかこのジュピターってとこピボットの仲間らしいです。初めて知った。ではちょっとエスパルで祖母宅で食べる弁当を調達します。すごいカツ類がめっちゃあるな。ラザニアとかもある。超うまそう。うわ、カツとかうまそうだな。これめっちゃいろいろある。無印良品です。よいしょ。やれやれ。無印で休憩。これ初めて見たんだけどいやすごいね。入院するよそんな。1000円だって。これか切れてんのスティックのやつ買うより安くね。安いけど入院しますよ。全部食べたら。今度買おう。特大バーム。うちに一袋あるんだよな。これいくだって。つ買うのすごいね。でもこれ美味しいのよ。美味しいんだよ。いらないんだったらいい。欲しい。あんないっぱい買ったんだからいらないよね。欲しい。そんなに美味しいなら。食べようか。おつまみ。やめようね。やめようね。あ、うまそう。新発売で全部。抹茶とオグラムケーキ。あ、一個だ。一個しかない。うわ、すげえ。抹茶バージョン、抹茶三昧じゃん。抹茶マシュマロ。なんか無印にいると仙台にいる感じですねお買い物終わりました。あ、そう。いやいや。ここのビューが見えるのよ。あそこのスタバから改札が見える。26度、暑すぎる。福島の有名な円盤餃子の店、超並んでます。これはどんだけかかるか分かんないね。でもね、有名だからみんな福島に来たら食べたいんだろう。円盤餃子手類、いつか食べてみたいけどあれは並びたくないな。はあ、あっちへ。ご利用ありがとうございました。無料でした。よかったね。山形にある。なんか山形にあんの？まだ営業してんの？なんか見納め見納めっていうかもうすでに隠れちゃってますけど。山。バレた。どうもどうも。お久しぶり。いや、混んでたのよ、駅が。テレビで見てたら、うん。すごい渋滞って書いてある。いや、駐車場に入るのがまず大変だったって。でしょ。はい。どうもどうも。どうもしばらくだ。どこさ行く？え？どこに座る？こうみんなどうしようかな。こっちの方いいか。ちょっとこう上げるか。お母さんは腰掛けの方いいか。そうだね。ね。じゃあサボテン。出ちゃうかな。お線香、これ。ちょっとお土産。あら、なんかすみません。お線香だけはい、先に大かかって。好きなものいっぱいいただいて。ありがとう。ちょっと真ん中だべ。何の真ん中ってテーブルでいいんだ全部ばあちゃん。うまそテう。ーブルでいいんだばあちゃん。ほら、そっち行ってじゃあ。ゆっくりと食べた後で大丈夫だけどあんまり。
ではでは、昼ご飯です。いろいろ駅で買ってきた惣菜類。これはヒレカツ。なんてとこなんだっけ？サボテンのヒレカツ。ああ、78と79。あとは、ポテトサラダとか、いろいろ。70代だ。これが祖母の美味しいことで有名な豚汁。あるよ。これあ、甘めだね。甘い。甘い？この前来た時はまだこのカツめっちゃうまい。やっぱり。いや、すごいね、この板。そんなに大きくはないんだよ。いいですね。さて、コーヒー休憩です。ね。なんだかいろんなのない。この中にもない。すごっ。誰も食べねえ時は栗でやんだ。美味しそう。日清通りっていうの。うまいよな。おから4つあるのね。みんな浄土真宗だから。中がパイ生地みたいになってる。結構ね。うん。まあいろいろ。よし。ではでは、また。はい。またね。ね。道路混んでるかもしれないから。ではまた。はい。まだね。すごいね、この壁。スターバックスです。ちょっとさすがに冷たいのかな、暑いから。そんなことお子さん、ノンカフェインとか選ぶとさ、カフェイン入ってないから寝れるよ。ディカフェラテ。今日は誰もいないからどうせ。並んでるうちに悩めるからいい。うん。逆に並んでる方が安心感あるっていうのはある。飲めるよ。すみません、お待たせしちゃって。レシートありがとうございます。お待たせしました。エスプレッソアフォガードです。ベンティサイズ。総合はキャラメルフラペチーノ。初スタバじゃん。ねえ。そうだよ。初めて来た。ちょっとね、さすがに暑かったんでアイスドリンクを飲みたかったんだけど、アフォガードにしました。アイスが入ってるんで最高に美味しいと思う。あんまりね、いや、車で。そこで食べると税率が変わるから。いつもね、ホットドリンクが好きで飲むんだけど、実はアフォガードめっちゃ大好物なんですよね。このエスプレッソとアイスっていう組み合わせがめっちゃ好き。このアイスの冷たさと甘さとこのエスプレッソの特有の苦味がめっちゃ相性いいんですよね。大好物。昨日は寒かったし、風が強かった。仙台もそうだった。自重でいいだ。議長。はいよ。記憶の駐車場に行きたいね。そう。それで爆睡しましたが、若松に着きました。リオンドールで夕飯を調達します。はあ、着いた。疲れた。なんかめっちゃ焼き鳥の匂いするんだけど、またここの装飾が変わってる。今回はね、そっと潜入してみます。存在を知られないように。
おはよう。おはよう。久しぶりポインコ。覚えてる？お、寄ってきてんじゃん。覚えてるポインコ。喜んでんじゃない？これで遊べって言ってるよ。遊べって。覚えててくれたみたいです。あ、伸びしてる。ただいま。今日の夕飯は焼肉です。楽しみ。お父さんが高いだった。イオンカードだった。とあるところで買ってた。これ温まると食べれる。これはよくやから。ちょっとの。やべ。超うまい。半額黒毛和牛です。またそういうこと。何焼くの？これで焼く？うん。あ、やったな。肉汁がすごすぎるこのウインナー。ね。食感がすごいわ。なんかコリコリしてる。黒毛和牛うまいです。スーパードラ。肉も分厚くてうまい。ごめん、そっちから入って。締めの焼きそばです。うまい。はい、ではまた。そうだ。はい。しばらくお知らせ残してよ。はい。あんたに会えるのものすごく楽しみなんだから。わかりました。ではまた。このせんべいもお前何せんべいだっけ？このせんべい。おい、うわ。高田せんべいはもう本当手に入んないよ。うまい。高田せんべいってさて、アイスです。じゃあお母さん俺にも。うまっ。中にクリームみたいなのが入っててうまい。さて、なんとか今 PC のセットアップをして、今朝書き出しに失敗した動画をやってますが、これうまくいってほしいな。多分原因としては容量問題だったと思うんですよね。容量がちょっとね、カツカツだったので容量少し開けたのと、あとなんかこの前もなんかそれでトラブったんですけど、なんかこう、権限、読み込みの権限がなんだのかんだのみたいな、それよくわかんないですけど、それをなんかこう、保存先みたいなのをいろんなとこね、この、レンダリングするときの最終の設定のとこだけじゃなくて、環境設定とかでいろいろ設定するところがあるんですよ。だからそこをいろいろね、いじったりとかして、なんとかこれで明日起きるまで書き出し成功しててほしいです。で、いつもだとね、4K のライブディスプレイ接続した状態で書き出ししてるんですが、今回このラップトップの状態で、何も外付けの、ディスプレイとかを繋いでないんで、まあ、その分処理がね、軽いと思うんですけど、ワンフレームじゃない、1秒あたり9フレームか。その外部モニターつなぐといくらだろうな。7.5 とかだったんで、まあ若干の差ですけど、まあ、とりあえず、これで一晩やってみます。かなりファンの音がうるさいですけど。明日はとりあえず、7時に目覚ましをかけました。ということで、8時間寝れます。おやすみなさい。